おだつこんちこポンポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、パス数値について調べてみたということで、今回ね、メジャーアップデートを切ってですね、パス数値に対しての仕様が変わりましたよというところで、皆さんも気になっているところかなと思いますので、ここを今回はやっていきたいなと思います。いや、今回もね、なかなか一筋縄ではいかない感じになっているかなと思いますが、ぜひ見ていってください。ということで、検証方法になるんですけども、今回ヨハンクライフを使って、前回もねパス数値の時にこのヨハンクライフ使ってやったんですけども、80から99、100までですね、今回はやってきましたよというところで、キックオフのところからパスを入力してですね、こう蹴っていくという形です。で、これでね、ゴールキーパーに蹴っていった時の弾道だとか、そういったところをちょっとね、一つ一つ見ていきたいなと思います。ということで、さっさといきましょう。81から見ていきますけども、弾道が高い時と、一番高かった時と一番低かった時みたいな感じで、2本ずつぐらいちょっと見ていきたいなと思います。82だけデータどっか行っちゃったんですけど、その辺はご愛嬌っていう感じでちょっといっぱい見ていくんでいきましょう。で、84ですね。ちょっとこの辺まではちょっと高いかなっていう印象。で、85、この辺からちょっとずつ安定してきたかなというか、許容範囲内なのかなみたいな感じになっていきますかね。この辺はそんなにはね、正直違いはね、あんまりわかんないなっていうのが印象的かな。で、89か、でも89もあれだったかな。90を境に弾道がね、結構安定する。一番高い時と低い時の差がね、だんだんこうなくなっていくような印象がありましたね。なので、どんなこう状況でもある程度同じようなパスっていうのが蹴れていくようなイメージがありました。だんだんこの辺からね、精度もこう良くなっていってるっていう感じはあるんですけど、95ぐらいかな、95かな、4はちょっとブレてた時もあったから、95ぐらいから今度左右のね、ブレもね、少なくなっていく感じですかね。基本的にはほぼまっすぐ、このボールがちゃんとペナルティースポットの近くをこう通ってますよね。なので、そこのブレも95以上からはなくなっていくし、弾道もね、どんどん低くなっていっているとかね、バックスピンというかね、ホップがかかるようなパスとかがすごく多くなっていったなっていう印象です。ただ95以上のところで言うと、そんなに差は正直難しいなっていう感じですかね。99でも98でも97でもそんな変わんないなっていう感じで、一応100も見ておきます。で、一応ね、100とかも見ていきます。はい。っていう感じになっていきましたよというところですかね。はい。なので、だいたい85、90、そして95とか、そんぐらいでこうね、皮切りにこう、ちょっとずつ精度が良くなっていく。そんな感じがありました。で、次ですね、パスのスピードですね。キーパーに届くまでの時間ですね。これをちょっと見てきたんですけど、蹴った瞬間を0秒で、ペナルティースポットのところをゴールとした時に、見ていくとですね、はい。だいたい2秒1コマという形になっていきます。ここね、ここが来た時にゴールとすると2秒1コマ、1コマぐらいになっていったと。で、これ早い時がこんぐらい。で、遅い時だと2秒40コマとかにもなったりっていう感じがします。で、これをですね、実は全部見たんですけど、ちょっと皆さんにはもう見せてもしょうがないので、で、99のヨハンクライフなんですけど、これも見ていくとですね、はい。ということで、2秒1コマって感じで、要はですね、そんなにスピード大きくは変わってないんですよ。はい。いや、なんでやねんみたいな感じで最初思ったんですけど、先ほど見たようにブレがね、すごく少なくなっているんですね。最高速自体はそんなに変わってない。今回は、一つの数値に対して10本ぐらいパス打ってきたのかな。
パス打ってきたんですけど、その中で一番速かったやつとか一番こう弾道が低かったやつとかをこうピックアップしてきてるんで、最高速みたいな部分で言うとそんな変わんないんですけど、ブレが少なくなってるっていう感じかな。どんな状況でも同じようなパスが出せてるよみたいなイメージを持っていただけるといいのかなと思いますかね。ちょっと長い距離なんでね、このバウンドの回数とかによっても結構差は出ちゃうので、ちょっと難しい部分でありますが、そういったところでしょう。で、次ですね、今度モーションですよ。ここが一番気になってる部分もあるのかなと思ったんですけど、このモーションがね、難しかった。このパスのこのボタンですね、ここが押された瞬間、ここ今これ黒くなったの分かるかな。ここを0秒としてですね、蹴るまでの時間をちょっと測ってきました。で、81、この時にははい46コマでしたよという感じです。でこれはね、何度やってもね大体同じ感じにはなったんですけど、こんな感じね。84の段階ではい44コマになったんですね。2コマ分速くなったんですよ。これ結構速くなるのかなみたいなね期待をしたんですが、これね見ていくとですね、実はこの後一気にちょっと飛ばしちゃいましょう。クライフパス100の段階ですね。パス入力が入った瞬間0秒として見ていくと、はいということで44コマなんですよ。はいということで84から2コマ速くなったんですが、それ以降は一切上がらなかったんですね。全部44コマとか、若干場合によってブレもあったかもしれないけど、でも1コマとかぐらいかな。モーション速くなんねえじゃねえかと。いやモーション速くなるんじゃねえのかよっつってね思ったんですけど、そこでねちょっといろいろ X の方でも、感じてますかとかアンケート取ってみたりとかもしました。ありがとうございました。意外にやっぱね感じてない人も多かったなとは思ったんですけど、ちょっとこのままじゃさすがに今日は終われないだろうというところで、ちょっとごめんなさい、ここで時間かかっちゃったんですが、ちょっとね別パターンで見ていこうと。はいということで、こっからですね動きがある中でのパス、これを見たらちょっと変わるんじゃないか、そのところを見ていきたいなと思います。でこれもですねさっきと同じように、ここのパス入力があった瞬間を0秒として、でこれはダッシュドリブルをしてですね、ボールをこう蹴った後にすぐパスを押すようなイメージですかね。そこで、そこから押されてからパスが出るまで、ボールを蹴れるまでの時間をねちょっと見てきました。でちょっとこれをねまた一から全部やってると終わんなくなっちゃうんで、この動画もかなり多分長くなっちゃうと思うので、まずは今回はちゃんと差があるのか、ここをねちゃんと確かめていきたいなと思います。なのでグラパが81の時と100のところをねちょっと見比べながら見ていきます。ヨハンクライフ、まずグラパ81の時ですね、ここ見ていきましょう。こんな感じでね、こうやってパーッと見ていきますよという感じですかね。はいということで、こんな感じである程度差はあるものの、35コマから20後半ぐらいのコマ数が多いのかな、そんなところで蹴れるということが分かりました。じゃあこれを100にしたらどうなのか、これ見ていきましょう。ここから100ですね。ちょっといろんな角度だったり、わざわざ左で蹴ってみたりとかちょっとやってみたりしました。はいということで見ていただきました。そうですね、基本的には20前半からかな、遅くても30コマとかそれぐらいだったのがわかるかなと思います。なのでここの時点でも結構全体的に速くなってるのは分かりますよね。じゃあ根本的に何が違うのか、それがちょっと気になるので、そこをちょっと今日は調べていきたいなと思いました。はいでまずこれ見てほしいんですけど、同じようなシーンを持ってきました。ボールの位置とか、あとはこの足のね右足が前とかね、この状況によっても結構変わってきちゃうなっていうのが分かったので、ここでね似てるところを持ってきたんですけども、下が100、こっちがパス81の状態になってます。今この状況はパスボタンが押された瞬間ですね、押された瞬間のところを持ってきたんですけど、ここ見ていきましょう。まずこのパス入力というかね、パスの感知された瞬間も同じですよね。でこっからなんですけど、はいわかりますか？もう下の100はもうすでにもう蹴ってるんですよ。ただ上の81に関してはまだ蹴ってない。なんならモーションも入ってない。でここで初めてインサイドで蹴るというような感じになりました。これ20コマぐらい差あるんじゃないかな。ここはこのグラフモーション同じじゃないですか。同じなんですけど、パスが認識されて、この時はまだ同じですよね。動き形同じですよね。同じなんですけど、1コマ目2コマ目、ほら見て、もうこの時にはもうこの足の角度とかもう全然違いますよね。なのでこっちのクライフはパス認識されて
1コマ2コマ目にはもうモーション入ってるんですよこれで。しかもそれに加えてちゃんとその時に一番早くパスが出せるモーションで蹴れてるんですね。でこっちに関しては反応もそもそも遅いし、しかも最終的に出した判断はインサイドっていう状況になっているので、だいぶ差が出たということがここで分かったかなと思います。俺みたいにひねくれ坊やがいるかなと思うんですけど、こっちの方がこのパスまでの距離が近いからこのアウトサイドキック出たんじゃねみたいなね、あるかなと思ったんでちょっとね探してきました。これですね。こっちの方がちょっと距離ある時ですね。これ見ていくんですけど、はい、わかりますか？この距離あってもですね、ちゃんと右のアウトサイドで蹴ってるんですね。なのでこの状況下ではアウトサイドで蹴るのが一番早いはずなのに、こっちはねインサイドで蹴ってるんで、しかももたついてるんで、ここでそれで遅くなっちゃってると。でモーションが違うから速くなっちゃうのはわかるんですけど、じゃあモーションがねほぼ同じというか、インサイドで蹴った時に違うのかどうか、これも見ていきたいんですけど、これちょっと状況が若干違うんですけど、こっち100ですね。100の状況でインサイドで蹴ったところを持ってきたんですけど、パス認識がされた瞬間はなんならちょっと遅めではあるんですが、この後ですね、もうモーション入ってはい蹴ってるという形ですね。まだこっちはちょっとまだステップ踏んでる状態にはなってるので、これぐらい差が出てるという感じですね。認識された、ここでほらもうステップ入ってるんで、もう 2,3 コマ目ぐらいにはもうモーション入ってるんですよ。グラパ81の方がアウトスピンで蹴らないのかってそういうことではないんですね。蹴る時もあって、結構その時はやっぱ速くなるんですよ。なのでその速かった時と比べていきたいんですけど、こっち81、こっち100なんですけど、パス感知された瞬間は同じですよね。こっからなんですけど、もう2コマ3コマ目にはもうこっちステップ踏んでるの分かりますか？でこっちはやっとここでステップ踏んだかな。でこんな感じ。はい。なのでモーションが仮に同じだとしてもですね、反応するまで、モーションに入るまでの時間っていうのはやっぱり差があるという形が分かりました。はいっていうところですかね。そもそもこのキックモーションっていうもの自体の行動がですね30コマ前後の世界だと思うんですけど、その中で差を出すっていうこと自体結構難しい世界だと思うんですけど、こんな感じでね差が出てくることは分かってきたかなと思います。それを踏まえてね100の方を見ていくと、結構ねやっぱアウトサイドで蹴ってること多いんですよね。やっぱそれがやっぱ一番効率的に速いキックになっていくのかなと思います。でもちろん角度がついたりすると左で蹴ったりとかはするんだけどっていうところですかね。であとねもう一個だけ、もう最後本当に最後インパクトでの差が結構あるよっていう声もあったので、ちょっとそこも一応比べていきたいなと思います。パスをもらってですねトラップをして、ですぐパス入力をして蹴るという形でどう変わっていくのか、これを見ていきたいなと思います。まずはパス81からですね。はい。大体ですね55コマ、これねあんま差出なかったです。何本やってもね。はいというところで蹴るまでに55コマかかりましたよと。これがグラパ81でした。でこれがじゃあグラパ100だとどうなるのか見ていきましょう。はいということで、だいたいですね50個まで蹴ることが分かりました。はいでこれなのでちょっと比べておきましょう。下が100、上が81、これ比べていくんですけど、パス入力された瞬間がここなんですけど、パスのね認識自体はほぼ同じ状況にはなっていきます。でその後ですね、もうこっち 2,3 コマ目の時にはもうこっちはもうモーション入ってはいるんですが、こっちで若干ここでもたついてるんですね。なので結果的にこんぐらい差が出ているという形になりましたね。はいというところで、ここは違いが明確に出てきたかなというところですね。ちょっとこの検証だったらちょっといろいろもうちょっと深掘りできそうだなと最後の検証はね思いました。はいというところでバーッと見ていきました。なかなか長かった、重たいなと思うんですけど、今収録時間もかなり長くなっちゃってるんですが、目で見える形でね、一応検証というか違いが分かったので、今日は一旦結論です。パス数値が上がると弾道精度、モーションの速さに加えて適切なモーションで蹴れるようになるとします。
はい、というところでね、いろいろ見ていただきました。いや、かなり長い動画になってるのかな、どうなんだろうっていう感じなんですが、一旦は、ある程度の違いっていうのが見えてきたかなと思います。で、ある程度ね、パスでしたいんであれば85以上。で、安定感を求めていくんだったら90。ちょっと理不尽なところとかも求めていくようなイメージで言うと95以上みたいな、そんなところを持っていくといいのかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。意外にその、モーションの世界っていうのがちょっと深そうなので、一旦これはまたモーションだけの検証、ちょっとこれ決定力も含めてね、またモーションについてはやりたいなと思います。最後のインパクトの検証とかで言ったら5コマぐらい差が出ましたけど、グラパ数値20上げて5コマっていう状況にはなってくるので、そう考えると5上がったら1上がるのかとか単純計算はできるんですけど、多分そうはいかない気がするので、ちゃんとね調べてきます。はい、ちょっとそうしないとね、育成とかもねなかなか見えにくくなってきちゃうので、ちょっとそんな感じにしておきます。はい、というところでちょっとこれは早急にやりたいなと思います。明日もしくは来週ぐらいには出せるかなと思いますので、すいません。よかったら気になったら高評価、チャンネル登録しておいていただけると嬉しいです。最後ちょっとだけ雑談します。はい、というここから雑談になっていきます。いや、結構大変というか、やっぱ一筋縄じゃいかねえな、本当に一つ光はね最後見せて終われたので、そこは深くまたもうちょっとね深掘りしていきたいなと思います。ちょっとスアレスさ引いた147連そう気になる方はライブのアーカイブでも見てくださいではちょっとこのままスルッと終わりましょうか。よかったら高評価チャンネル登録してあげると嬉しいです。じゃあまた。